間違わないで生きることは本当に正しいこと？人生は60点でいいからもっと遊ぼう。人生をもう一度最初からやり直せるとしたらどう生きたいですか？この本の最初に85歳のアメリカのおばあちゃん、ナディーン・ステアさんの詩、もしも人生をやり直せるならの一部を筆水訳で紹介します。人生をもう一度やり直せるなら今度はもっとたくさん失敗したい。もっと肩の力を抜いて、もっとリラックスして、もっとバカなことをいっぱいして、今回の旅よりもっと面白く生きる。深刻になりすぎるのもやめだ。もっと冒険する。もっと山に登って、もっと川で泳ぐ。もっとアイスクリームを食べる。それで問題は増えるかもしれない。でも、頭でごちゃごちゃ考えなくて済む。私は85歳まで毎日周りの目を気にして間違わないように生きてきた。でも、もし生まれ変わることがあったら、もっと馬鹿げたことをやりたい。何年も先のことを考えるのではなく、今、この瞬間に生きたい。ステアおばあちゃんが85歳の時の心境です。そう、間違わないで生きることは本当に正しいこと？人生は60点でいいから、もっと遊ぼう。もっと楽しもう。人生は遊ぶためにあるってことなんです。実際、アメリカで行われた90年の人生を振り返って後悔していることは何ですか？というアンケートで、なんと 90% の人が次のように答えたそうです。もっと冒険すればよかった。つまり、このままの生き方を続けたら、残念ながら9割の確率で人生最後の日に死にたくない、死にたくないと人生を後悔することになるということです。もっと自分らしく生きればよかった。もっとゆったり働けばよかった。もっと大切な人と時間を過ごせばよかったと後悔することになるのです。でも、あなたはまだ間に合う。もしあなたが今30歳であるなら、ステアおばあちゃんはきっとあなたにこう言うでしょう。大丈夫。まだ50年ある。今日から生まれ変わったつもりで生きてみて。50歳の人にはこういうことでしょう。大丈夫。まだ30年もあるよ。カーネル・サンダースがケンタッキーを創業したのは65歳の時だから、絶対に大丈夫。70歳の人にはこう言うでしょう。10年あれば人生を変えられるわよ。やりたいことをやるには十分お釣りが来るわよ。死はあなたに突きつけます。このまま死んだように生きていいの？死はあなたに突きつけます。君の一番大切にしたいことは何？なぜそれをやらないの？どう死ぬかとはどう生きるかということ。死に方をデザインした途端に生き方がデザインされるわけです。ここで改めて究極の不幸とは何か考えてみてほしい。お金や家や物を失うことは本当の不幸ではないんです。だってあの世にはお金も家も服も持っていけないし、もともと僕らは何も持たずパンツも履かずに生まれた身ですから。では死こそが究極の不幸でしょうか？これも疑問が出てきます。例えば縄文時代には30歳ぐらいで亡くなる人も多かったそうです。早く亡くなることが不幸だとしたら、1万年も平和が続いたとされる縄文時代に生きていた人たちはみんな不幸だったことになります。この世の究極の不幸とは、死が間近に迫った時に自分の人生に後悔することです。しかし、それを避ける方法がたった一つだけあります。今、この場で一度しっかり自分の死を想像してみればいいんです。誰の人生にも 100% 訪れる自分が死ぬ日を。自分がこの肉体から離れる日から目をそらさずに一度しっかり想像して向き合ってみる。するとあなたは自分の本心に気づくことができます。本心。本当はどうしたいのか。本心を生きることなくして後悔のない人生を歩むことはできないのです。人生最後の日にどんな気持ちになっていたら最高ですか？このままの生き方でそれは達成できそうですか？
できないとしたら、いつから生き方を改めますか？どうですか？このノートでは、あなたの人生を冒険に誘う、自分の本心と出会うための38の質問をプレゼントします。人生はどんな質問を自分に投げかけるかで決まります。明日死ぬかもよ。じゃあ、どう生きたい？というのがこのノートです。ではこれから、あなたの人生を冒険の旅にシフトさせるために、一旦死んでもらいます。死は生を最も輝かせるスイッチになるのです。こんにちは、ハピケンことハッピー研究所のショウです。今回は明日死んでも後悔しないためのノートという本をご紹介したいと思います。タイトルに死と入っているので一瞬驚いてしまうかもしれませんが、死というものを意識することでどう生きるかということをデザインしていくことができるというとっても素敵な本なんです。この想定でお気づきの方もいらっしゃると思いますが、こちらの本は30万部を超えるベストセラー、明日死ぬかもよから生まれたワークブックです。この明日死ぬかもよは以前本チャンネルでもご紹介させていただいていて、めちゃめちゃ印象に残っているんですよね。こんなに大切なことを今まで意識してこなかったんだと衝撃を受けたことを覚えています。著者の翡翠小太郎さんの本を読み始めたのもこの本がきっかけで、それから多くの本をご紹介させていただいております。ファンになっちゃったんです。翡翠小太郎さんはコピーライターで心理カウンセラーでもあり、今を輝かしく生きることを面白く腹落ちするアドバイスをさせたら右に出る人はいません。そんな彼が明日死ぬかもよのエッセンスを大幅にパワーアップしつつ、実際に体験できるワークブックとしてまとめられたのが本書なんです。明日死ぬかもよをご紹介したのが去年の6月なので約10ヶ月前。本チャンネルを始めて2ヶ月くらいしか経っていない時だったので、今動画を見返してみると初々しさを感じたりします。そのあたりの比較も楽しみつつ、最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのチャーム探しがございます。この金色のカエルのチャームを動画のどこかにいくつか置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットです。果たして何個あるのでしょうか？全部でいくつあるのかは動画の最後にお伝えしますね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければ高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。今死んだら何に泣きたいほど後悔するだろう。これからの質問によりリアルに答えていただくためにも、まずはあなたに死んでいただきましょう。リラックスして床に横になって、自分の体がこれから死んでいくと感じてみてください。次第に意識が遠のき、体が重たくなっていきます。体が重く、重く、重くなっていく。自分は死んでいく、死んでいく、死んでいくと想像してみてください。もう手は床に張り付いたように重く動かない。足も重く全く動きません。ひたすら全身の細胞で自分は死んでいくと想像してみてください。あなたは死んでいく、死んでいく、死んでいく。そして今こそ死の瞬間だと思ったところで、意識だけパッと体から抜け出して真上から自分の体を眺めてみてください。今、真下に見えているのは死んだあなたの体です。はい、あなたはたった今死にました。あなたは今、死んだ自分を見つめています。あなたの一生はどんな人生だったでしょうか？今死んだら、あなたは何に泣きたいほど後悔するでしょう？その後悔をしないために何ができるでしょうか？後悔しないために今からできることを3つ書き出してください。今できることはどんな小さなことでもいいです。今抱えている悩みは、たとえ人生最後の日であっても深刻ですか？悩みとは一言で言うと考えすぎている状態です。
考えて答えが出るようであれば、もう悩んでいないはずですよね。まだ悩んでいるということは、その悩みは考えても答えが出ないということ。だから、もうそのことで悩むのはやめませんか？この場でもう悩むのはやめるって決めてみてください。それでも悩むなら、おそらくあなたは悩むのが趣味なのです。いやいや悩んでいるのではなくて、好きで悩んでいる。そう思った方が気が楽になります。また、悩んでいるときは、今日が人生最後って声に出してみましょう。未来の不安なんかバカバカしくなって、クソくらえとなりますから。そうならなかったら、私は悩むのが趣味だってことで。では、あなたの悩みをこれから整理整頓してみましょう。1年前、何に悩んでいたか、書けるだけ書いてみてください。どうですか？スラスラたくさん書けました？おそらくそんなに書けなかったはず。つまり、僕らは1年後には思い出すことすらできないことに、日々たくさん悩んでいるってことです。もっと気楽に生きていいんです。やればいいってうすうすわかっちゃいるけど、やってないことは何？人はやればいいことを実はうすうすわかっているのです。それやんなよ。それだけの話なんです。A の扉を開かないと B の扉は現れません。そして B の扉を開かないと C の扉は現れない。やればいいことをやってないから次の扉が現れないんです。人生はドミノ倒し。一つ一つ倒していくのです。一つ飛びには倒せないんですね。英語を習った方がいいのにな、とうすうす感じているあなたは、まず英語を習いに行こうか。すると、そこで出会いがあったりして、次の扉につながっていくのです。さあ、君がやればいいとうすうす思っているのに、やれていないことって何だろう。浮かんだことを書き出そう。それをやった途端に、新しい扉が開きます。今、一番ときめくことは何ですか？無理なく、今すぐできることの中で。仕事が嫌で嫌で仕方ないという男性がいました。その男性はいつか本当にやりたい仕事を手に入れたい。そう願いながらも7年も経ってしまいました。そんな男性に僕の知人のカウンセラーが4つのルールという話をしました。ルールが4つあります。まずはルールその1。今、一番したいことをしてください。その一番したい仕事がわからないんですよ。じゃあ、それはまだわからなくてもいいということです。では、ルールその2。わからないことはしなくていいです。次にしたいことをしてください。2番目ですか？あなたが今までしたいと思ってきて、まだやってないことです。そういえば、ずっとアメリカに行きたいと思っていました。それです。今すぐにパスポートを取ってアメリカに行ってください。そう言われても、時間もお金もないからできません。では、ルールその3。できないことはしなくていいです。次にしたいことをしてください。3番目は？ 3 番目ですか。結婚したいですね。じゃあ、今すぐに結婚式場の見積もりをもらってくるのです。その前に彼女がいません。ルール3を適用ということで、次にしたいことをしてください。4番目は？車が欲しいです。三菱のパジェロが欲しいです。では、今すぐにディーラーに行って見積もりを取ってきてください。実は先日、すでにディーラーで見積もりをもらったんですよ。ちょっと高いけど、無理したらなんとかなるかなって。では、ルールその4。無理はしなくていいです。無理がない時に買ってください。では、次にしたいことは？東京の友人のところに遊びに行きたいです。でも、今は時間もお金もないな。やがて、15番目のしたいことにたどり着きました。15番目のしたいことは？美味しいコーヒーが飲みたいです。これなら今すぐできます。では、それがあなたの今一番したいことです。美味しいコーヒーを飲んでください。
鳥取に住んでいる彼はブルマンという喫茶店に行き、深く味わいながらコーヒーを飲みました。俺は今一番したいことをしている。そう感じながら。彼はその後もちょくちょくブルマンに通い、一杯のコーヒーを深く味わい続けました。俺は今一番したいことをしている。そう感じながら。そんなある日、彼はその店で東京にいるはずの友人にばったり出会いました。明日東京に戻って2日ほどでまたこっちに来なきゃいけないんだよ。今回車で帰ってきたんだけど、よかったら東京まで一緒に行かない？ちょうど予定があったので彼は東京に行き、たまたま東京でライブに行きました。そこで京都から来た女の子と仲良くなりました。帰ってからもその京都の女の子と連絡を取り合うようになり、時々深夜バスに乗って鳥取から京都に会いに行きました。そんな日々を送る中で切実に車が欲しいと思った矢先、JA に勤める友人が来てこう言ったそうです。俺、今農協でローン担当してるんだけど、農協のローンで三菱パジェロ、利息めっちゃ安いで。これで無理なくあっさりパジェロをゲット。そして彼女とデートを重ねるうちに、なんと結婚することになったのです。するとある日、彼女が言いました。私のおじさん、横浜で輸入の仕事をやってるんだけど、仕事を手伝わないかって言われてるの。というわけで、なんと彼はアメリカに行って、彼女のおじさんの仕事を手伝うことになり、現在世界中を飛び回り仕事をしています。結局この男性は最初に言ったいつかやりたいと思っていたことをすべてやっています。さて、問題です。この男性が初めにしたことは何だったでしょうか？彼はその時に無理なくできる、今一番したいこととしてコーヒーをゆっくり味わい尽くしました。今一番したいことをしていると心から感じながら。彼のやったことはただコーヒーを深く味わうことでしたが、それは今一番したいことをしているという時空を選んだことになるわけです。その結果、願っていたことが他にも次々と叶っていったのでした。そうです。この本を読み、書き終える今、あなたが今すぐやるべきことは、今一番したいことをすることです。わかる範囲でいい。できないことはしなくていい。無理なくできることの中で、今一番したいことをすればいいんです。今一番したいことをしているという意識で、深く深く深くその喜びを味わえばいい。その時、新しい時空の扉が開くのです。一番やりたいことは何ですか？一番ときめくことは何ですか？無理なく今すぐできることの中で、それを書き出して、ああ、今自分は一番ときめくことをやれていると味わいながらやってみよう。Amazon のレビューなんかを見ると、いわゆる就活、エンディングノートかと思っていましたというコメントもあるのですが、そう、この本は就活とは反対に生まれ変わるためのノートです。何も考えず、この命は無限に続くと勘違いして時間を流してしまっている自分に、この命は有限なんだということをはっきりと認識させてくれます。その上で限りある命、時間を本当に大切なことに使っていくためにどうしたらいいかをきちんと整理して考えさせてくれるんですよね。いや、このシリーズを読むと本当にこれまで目の前の緊急性のあることしか考えていなく、人生に本当に大切なこと、重要なことをなおざりにしていたなと思い知らされます。本書の元となる明日死ぬかもよは以前本チャンネルで紹介させていただいたのですが、今回本書を紹介するにあたってまた読み返してみたんですよ。そしたら驚くことに、また前回読んだ時と同じような気持ちになってるんですよ。つまり10ヶ月前読んだ時に人生に重要なことをきちんとやろうと心に決めたつもりなのに、またいつの間にかその気持ちが薄まっていたんですね。もちろん根本から変わった部分もあるのですが、でも忘れているところも多い。やっぱりこういう生き方に関するものって定期的に目を通して
自分を見つめ直すことが大切なんだと思います。そういう意味で本書は自分自身が今何を考えているのか、どこに向かおうとしているのかを定期的にチェックするのに最適なんですね。本書には明日死ぬかもよからアップデートされた新しい質問もたくさんありますので、本書単体でも十分楽しめます。もちろん両方読むのが一番楽しめる形ですね。そして本書は Amazon の読み放題サービスである Kindle Unlimited に入っていると無料で読むことができるんです。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えした金色のカエルのチャーム見つかりました？チャームの数は全部で3つです。どうです？見つけましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。